私の専門は英語史、英語の歴史です。慶應義塾大学文学部英米文学専攻の堀田隆一です。国際コミュニケーションの道具として日本でも盛んに学ばれている英語。英語という言語に1500年以上の歴史があることを知っていますか？英語は長い時を経て今ある形に発展してきました。その歴史の中には私たちが英語について抱くなぜへの答えが隠されています。私は英語史の研究を通じてどのように英語はこのような言語になってきたのか、なぜ世界的な言語にまで成長したのか、さらに一般的になぜ言語は変化するのか等を探っています。英語史に親しむと英語という言語が平面的でなく立体的に見られるようになります。英語史は英語と歴史を並べ同時に考えていく学問分野です。英語史の魅力は何といっても素朴な疑問に答えてくれる対応力と柔軟さにあります。例えば、なぜ This is a pen なのに This is an apple となるのか。これは単なる暗記事項ではありません。英語の長い歴史の中で数詞 one が発音を変化させてきた過程やイングランドにおける方言事情が深く関係しています。英語では I play tennis のように主語プラス動詞プラス目的語 SVO の固定語順を示しますが、これはなぜでしょうか？かつての英語は必ずしも SVO 一択ではありませんでしたので、英語史の重要な問いとなります。through という単語の綴り字は覚えにくいですよね。そもそも語末の GH とは一体何なのでしょうか？中世の英語ではこの単語の綴り字はなんと515通りもありました。このように英語史では英語学習者が抱く英語に関する素朴な疑問を歴史的な観点から解き明かしていきます。それは同時に言語がどのように変化し人間社会の中で役割を果たしてきたのかを考える機会となります。私は研究教育活動の一環として2009年から毎日欠かさず大学の公式ホームページ内でヘログ英語史ブログを更新しています。2021年にはネット上でボイシー英語の語源が身につくラジオの毎日配信も始め、英語史をお茶の間にをモットーに学生だけでなく広く一般の方々に英語史の魅力を届けられるよう努めています。また2022年からは同専攻の井上一平教授とともに井の端言語学チャンネルも定期的に配信しています。さらに学部大学院のゼミ生からなる慶応英語史フォーラムとして定期的に英語史新聞を発行しています。学生たちと英語史を学ぶ上で大切にしているのは教授的視点と通じ的視点の切り替えです。現代の英語の仕組みを理解する教授的な見方とその起源や発達に注目する通じ的な見方、この2つの視点を常に切り替えることで英語という言語をより深く理解することができます。英語史は単なる過去の記録ではありません。現代の英語をより深く理解し言語の本質に迫るための重要な視点を提供してくれます。英語史を通じて英語の見方が180度変わる体験を味わってみてください。素朴な疑問を抱いたら時間をかけて温め育てていくことです。答えを導き出すこと、それ自身よりも大切なことだと思っています。